こんにちは、インクレディブルーの久美です。昨日アップしたこちらのフラットボックスファイルをご視聴くださった皆様ありがとうございました。A4 サイズで作るにはどうしたらいいですか？サイズを教えてくださいというリクエストをいただきましたので、A4 サイズに限らずどのような大きさの紙でもできる方法を今日はご紹介したいと思います。それでは始めていきます。こちらが昨日アップした12インチ1枚でできるフラットボックスファイルです。このような形でしたね。どのサイズでも言えることなのですが、まずはじめにこのボックスの立ち上がりの側面のサイズを決めてください。こちらは A4 サイズのクラフト紙です。こちらで今日は作っていこうと思います。立ち上がりを4センチのボックスにしていこうと思います。この部分が4センチです。まず側面から4センチのスコアリングを入れます。そして側面の4センチが決まったら、上下こちらの縦の長い方の側面を同じ4センチでスコアリングを入れます。折り目をつけていきます。ここに正方形が4センチの正方形ができていると思います。ここからこの角から対角に切り抜きたいので、ここの角から対角に折り返します。そしてこの側面にくっついているこの三角がのりしろになります。こちらが不要な部分になります。ここを昨日とは違いますが、先にカットします。のりしろが少し小さくなるように、この三角が少し大きめにカットします。外側の線でカットします。ここはまっすぐでいいです。ここを反対側に折り返します。そしてここののりしろがくっつくとボックスになります。表紙なんですが、
このまま A4 サイズを使うと少しここを開けたいなというのがありますので、このサイズで何センチかは分かりませんが、ここで折ります。折れ線をボンホルダーでつけます。一旦ここを広げます。そしてここを折った時に、この角から対角に線を引きたいので、ここを折り返します。こちらもここを折り返します。広げます。ここに直角に線を引きます。こことここがつながるように線を引いていきますが、ここまでです。そしてここからここまでです。表紙に三角がくっついていてほしいので、ここが不要な部分になります。そしてここが表紙になりますので、ここも不要になります。不要な部分を塗りつぶしました。不要な部分をカットしていきます。ここはまっすぐで、ここはのりしろが少し小さくなるように大きめに斜めにカットしていきます。ここも少しのりしろが小さくなるように線より内側をカットします。ここは線と同じラインです。こちらも線の通りにカットします。のりしろが少し小さくなるように、ここは大きくカットします。こののりしろが小さくなるように線よりこちら側をカットします。ここは線の通りにカットしていきます。広げるとこのようになります。ここがのりしろです。ここを折り返して角の三角を反対に折り返します。この時にここからこの線から出ないように注意しましょう。はみ出してしまう場合はカットした方がいいです。大きいということになります。のりしろも折り返してこちら側にのりをつけていきます。あまりのりがこのように出すぎるとのりがはみ出してしまいますので、なるべくまんべんなく薄く塗りましょう。テープのりなどでもいいと思います。はみ出していたらカットしましょう。
糊を貼る前にこちらの表紙にデコレーションしたりスタンプしたり、あと差し込み口などを作るときは糊をつける前がいいと思います。こちらはスタンプを先に押しておきました。このようにここに差し込んでもいいと思います。表紙を。今作っててお分かりのように側面の4センチだけしか私はサイズが今分かっておりません。この表紙も側面も底ですね。底も全然測ってなくてもこのボックスができます。この側面の立ち上がりの長さだけが分かればこのようにボックスができます。そしてもっと小さくしたければここの表紙を折る時点でもう少し小さく折ってここをカットすると少し小さい箱ができると思います。ただし4センチの倍の8センチよりも底面が小さくなると正方形ができなくなりますのでご注意ください。いかがでしたでしょうか。フラットボックスファイル、このように箱になって閉じると平らになってとてもスマートに収納できると思います。ぜひお裾分けファイルなどに活用していただけると嬉しいです。側面の長ささえ決まっていればどの紙のサイズでもこのように作ることができますので、ぜひ試してみてくださいね。今日はこの辺で失礼いたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。